あなたには奪った人を殺したくなるほど大切なものはありますか？遡ることおよそ8年前の2015年中国。あの人に手出しやがったな。絶対に許さねえ。夜も更けてきた頃、とあるバーの店先に怒号が響き渡っていました。バーから飛び出してきた2人の若い男が路上で大喧嘩をしていたんです。男はいずれも流行りのファッションで着飾ったかなりのイケメン。しかし殴り合いを続ける中、せっかくの顔も服もドロドロに汚れてしまっていました。ねえ、あれってうちの大学のシャ君とソウ君じゃない？そう言って2人を指さす野じ馬の女子学生。彼女の言う通り、喧嘩をしている2人の名前はシャ・ブンテイとソウ・レイウン。共に大学内にファンができるほど人気の男子だったんです。そして彼らの喧嘩はたった一人の女性を奪い合ってのもの。人気者の彼らが取り合う女性とは一体どんな美少女なのでしょうか？喧嘩が過激さを増す中、シャはソウに向かい、その正体を物語る一言を叫びます。あの人を返せ！ママは俺のものだ。人目も気にせず殴り合う校内屈指のイケメン2人。少年を取り返しのつかない犯行へ駆り立てたものとは一体何だったのか。事件の背景にあったのは、全てを欲する欲望と異常なまでのプライドだったのです。おざっす！料理してたら指マジで切っちゃったケンちゃんです。かわいい。2月が終わっちゃうのもちょっと寂しいんだけど、春も早く来てほしいやみやみこです。本日ご紹介するのは、大学校内でファンができるほどのイケメン大学生が起こした殺人事件なんです。いや、ファンができる。しかも大学ででしょ、かなりかっこいいんじゃない？もう歩いてて目を引くほどっていうんだからさ。そのイケメンだったこと自体も今回の事件と関係してるってこと？実はね、そういった側面もあるんです。というのも、犯人本人はですね、もてはやされたりしてね、うぬぼれというか、悪い意味での自信がついちゃって、もう自分のね、欲望、感情に歯止めが効かなくなっていってしまったんです。そんなね、筋金入りのナルシストだった犯人の人となりっていうのは、逮捕時にも滲み出ていたんです。まずはその問題のシーンから見ていきたいと思います。最大の汚点。遡ることおよそ8年前の2015年5月16日、中国とある大学の学生寮へ警察が押し寄せていました。警察だ、すぐにドアを開けなさい。ある男子学生の部屋の扉を鬼の形相で叩く警察官。男子学生はしばらく沈黙を守っていたんですが、やがて逃れることができないと悟り、部屋から姿を現します。殺人の容疑で逮捕する。逮捕された学生の名はシャ・ブンテイ。校内でも屈指のイケメンとして知られる有名人でした。警察が彼を連行する最中も、部屋の扉の隙間から顔を覗かせ、神妙な面持ちでシャの動向を見守っていた寮生たち。それらの視線に気がついたシャは真っ青になって顔を伏せます。それは逮捕された時の姿なんて誰にも見られたくないわよね。恥ずかしみを受けてるようなもんだもん。まあその逮捕されてる状態っていうのを見られたくないっていうのも一部ね、気持ちとしてはあったと思うんですけど、実はね、シャに関してはもっと別のところを気にしていたと言われているんです。警察に取り囲まれた状態で寮の玄関へ姿を現したシャ。すると、来たわよ。あちこちから鳴り響くスマホのシャッター音。騒ぎを聞いて駆けつけた野じ馬たちが寮の玄関先で待ち伏せをしていたんです。一心に注目が注がれるその状況に、あからさまに顔を歪ませるシャ。次の瞬間、耐えきれなくなった彼は大声で叫びました。俺を見るな！取らないでくれ！シャは手錠をかけられたまま顔を覆い、野じ馬の視線から必死に逃れようとするんです。そう、シャがこの時気にしていたのは、髪型や肌のコンディションでした。部屋を出る直前、シャの目の前に飛び込んできたのは、玄関の鏡に映った自分の姿。ギョロギョロと血走った目、血の気の失せた肌、ボサボサの髪の毛。逮捕を前に取り乱したその姿は、いつものシャの美しさとは正反対のものだったんです。俺はこんなにブサイクじゃない。殺人を犯してもなお、自分の見栄だけを気にするシャのその様子に、同行した警察官は呆れ果て、ため息を漏らします。逮捕されるぐらいのことしといてさ、何今更見てくれなんて気にしてんのよ。そうなんですよね。シャに関しては、ナルシストかつ実態としても人気者だったんで、いかに自分がよく見られるかっていうところに、頭がね、それだけで占められてたんですよね。そうなるとね、一体彼ってどれぐらい人気だったのかっていう、その点が気になるじゃないですか。早速ね、見ていきたいと思います。すべてを手にした男。
事件のおよそ1年前の2014年冬、午前中の講義を終えた講義室には女子学生のグループに声をかけるシャ・ブンテイの姿がありました。ねえ、お腹空いちゃった。ランチおごってよ。シャに微笑みかけられ嬉しそうな女子学生たち。また高い服でも買ったんでしょ？仕方ないな。校内屈指のイケメンとして知られていたシャは、そうやってランチに誘われるだけでも自慢になるような人物だったんです。そして女子学生たちはそんなシャの見た目に隠された黒い部分には一切気がついていませんでした。サンキュー、すげえうまそう。いただきます。女子学生と共に訪れたカフェで一番高いメニューをおごってもらい、嬉しそうに声を上げるシャ。しかしこの時彼は内心全く別のことを考えていました。こんなに安っぽい店に連れてきやがって、俺を誰だと思ってんだ。なんなのこいつ。おごってもらってその態度はないんじゃない？じゃあもう自分で選んで自分で払いなさいよ。まあね、それにしてもシャっていうのは、モテるがゆえにね、もう鼻高々にこう偉そうに女子にたかってたんですけど、まあ実際はね、女性におごってもらってたんで、シャ自身はお金が一向にない状態だったんです。高級レストランでの食事にバーやクラブを渡り歩いての夜遊び。シャの生活は学生とは思えないほど華やかなものでしたが、実は彼は実家が裕福なわけでも、アルバイトで稼いでいるわけでもありませんでした。汗水垂らして働くなんて、そんなめんどくせえことしてられっかよ。俺はこのイケてるルックスだけで十分暮らしていけんだよ。周囲の女子にお金をたかる生活に味を占めていたシャは、自分が働いてお金を稼ぐなどということはすっかりバカらしくなっていたんです。そのため貢いでくれる女子はいても、彼自身は常にお金がない状態でした。この服狙ってんだけどな。女子学生にこの値段をねだるのはさすがに無理か。彼はそうやってハイブランドの服を眺めては、そんな呆れた内容の不満を募らせる日々を送っていたんです。マジでこいつ何様なの？いくら顔が良くってもね、私だったらこんな男絶対好きになんないわよ。まあ、この男がヤミーさんを好きになるかはわかんないですけどね。そんな中でシャっていうのはずっと見た目とか全振りしてたわけですよ。ただね、この後ね、そんなシャの暮らしっていうのを一変させる一人の女性が現れるんです。ある晩、繁華街のバーへ出かけたシャはいつものようにカウンターへ腰掛け、グラスを片手にぼんやりとフロアを眺めていました。すると、見ない女だな。シャの目に留まったのは、ステージの歌手に拍手を送り、チップを渡す一人の女性。次の瞬間、シャは楽しそうに笑う彼女のその笑顔に釘付けになっていました。この女は絶対に俺が落とす。なんだ飛び入りか？突然ステージに現れた見知らぬ若者に首をかしげる観客たち。例の女性を口説こうと考えたシャは、ステージで歌っていた歌手と同じように自分も彼女に歌を送ることにしたのだ。あの程度の歌手であれだけ喜ぶんだ。楽勝だぜ。カラオケ機から音楽が流れ出すと、シャは胸に手を当て、たっぷりと感情を入れた歌声を店内に響かせた。彼が熱い視線を送るその先には、相変わらず楽しそうに歌を聴いているあの女性の姿が。そしてシャが歌い終えると、女性は先ほどの歌手の時と同じように満面の笑みで拍手をしていた。いける。そう確信したシャはステージを降りると女性のテーブルに近づき微笑んだ。今日はあなたのために歌いました。女性は一瞬驚いた表情を浮かべたが、すぐに小さく笑い始めた。素敵な歌だったわ。よかったら一緒に飲みましょう。女性にそう誘われ、彼女に寄り添うようにしながら腰を下ろしたシャ。彼はますます距離を詰めながら彼女の耳元でこう囁いた。俺の歌なんかよりあなたの方が素敵ですよ。私がさ、逆にこういう風に来られたらね、自分のことかっこいいって分かっててやってるんでしょとか慣れてるなって感じ、逆に気持ち悪いけどね。数時間後、女性に連れられたシャが訪れていたその場所はホテルの最上階にある高級レストラン。学生にはとても手の届かない豪華な食事に舌鼓を打ちながら、シャは密かにほくそ笑んでいました。作戦成功だ、やっぱり。金持ちの豊島ほど転がしやすい相手はいないな。そう、関エチンと名乗るその女性はシャよりも二回りも年上、40歳の会社経営者でした。シャは歌手に多額のチップを渡すその姿から関が大金持ちであることを見抜き、彼女に近づいたんです。何よ本当に、結局ママ活なの？てっきり純愛で本当に尽くしたい女性に目覚めて誠実になったとかそういう話かなと思っちゃった。まあだったらね、よかったんですけれども、ともあれね、裕福な席に近づくことによってね、シャは自分の人生が今より裕福になって変わるってこう確信してたんです。しかしこの後彼には思わぬ波乱の展開が待ち受けていたんです。壊れていく男。シ
シャが関と出会ったあの日から年が明け、迎えた2015年、働かず華やかな生活を送るというシャの夢は不幸にも実現してしまっていました。登校前にハイブランドの路面店に行き、学校の遅刻は日常茶飯事、夕食は高級レストランでワインをたしなみながら、席から有り余るほどの小遣いを与えられていたシャは、学生であることもすっかり忘れてしまっているかのような堕落しきった生活を送っていたんです。しかし、そうやって理想の暮らしを手に入れたシャにもまだ一つだけ気に入らないことがありました。ある日、講義室の片隅で女子学生の噂話に耳を傾けていたシャ。昨日のパーティー、ソウ・レイユンくんが来てたのよ。目を輝かせながら嬉しそうにその男の名を口にする女子学生たち。シャは小さく舌打ちし、誰にも聞こえないほどの小声でこう漏らします。またあいつの話か。ソウ・レイユンとは学内でシャと同等の人気を誇るイケメンの男子。シャはそうやって自分ではなくソウの名前を出してはしゃぐ女子たちの姿がどうしても許せなかったんです。あんな奴のどこがいいんだ。俺の方がかっこいいに決まってる。俺の方が金も持ってる。どこまで傲慢なのよ。俺の金って言ってんの全部関のお金じゃないのよ。強欲が過ぎますよね、うんうん。いくらでも他人に助けてもらえるっていう感情が歯止め効かなくなってね、どんどんねじ曲がってっちゃってるんだろうなって思いましたね。自分が一番でないと気が済まないシャは、ソウの存在を意識し、ますます外見にこだわるようになっていきました。関からもらった小遣いで高級サロンへ通い、どんどん魅力的になっていく自身の見た目に、その傲慢な態度にもより拍車をかけていきます。そんなある日、すいませんね、お客さん。今日は予想外に混んでて、お時間大丈夫ですかね。タクシーの運転手にそう問いかけられたシャ。彼はこの日もバーで関と待ち合わせをしていたんですが、約束の時間にはとても間に合いそうにはありません。まあ、ちょっとくらい遅れたってどうってことないだろう。すっかり自分に夢中な関の様子から、この時シャは彼女が機嫌を損ねるようなことはないと高をくくっていたんです。あら。じゃあ何これはもう社の予想通りにはいかない感じなの？おっしゃる通りなんですよ。予定よりもね、到着が遅れてしまったシャ。バーの中に入って彼が見た予想外の展開とは。結局シャは約束の時間から30分も遅れてバーへ到着。何気なく店の扉を開いたシャでしたが、そんな、どうして店に入った瞬間、目の前に現れたその光景に凍りつくシャ。店の中ではなんと、もう一人のイケメン、ソウ・レイユンが関とイチャついていたんです。貴様、どういうつもりだ。とっさに二人の間に割って入ったシャは、ソウの胸ぐらを勢いよく掴み、彼に殴りかかります。そうって社が気に入らないって言ってたイケメンでしょ？ね、そうなんですよ。よりにもよってなんでこの場にいるの？修羅場も修羅場になるじゃないのよ。ドラマみてえな話ですよね、これ。シャからしたら浮気をしていた関に対しての怒りではなく、その場に居合わせたソウに対する激しい嫉妬があったんです、そしてこれはね、心理学の観点からもシャの怒りっていうのが関ではなくソウに向いていたっていうのも結構理にかなっていてですね、というわけで本日のメトラキーワード、心理学における嫉妬について。心理学において嫉妬は大きく2種類に分類されます。一つは恋愛など誰かとの好ましい関係が危機に瀕した際に発生する社会的関係による嫉妬。もう一つは同期が自分よりも先に出世してしまった時など他者との比較によって発生する社会的比較による嫉妬です。2種類の嫉妬はどちらも自分と同レベルか自分以下だと思っている相手に対しより強く喚起されやすいとされています。そのためシャは浮気をしていた関ではなくライバル視していたソウの方に嫉妬の感情を向けることになったんです。なるほどね。でも社と関じゃもう格が違うものね。関にとってね、シャは遊び相手の一人だったので、実はね、この騒動の後、なんと彼は見放されてしまうんです。止められぬ殺意。出て行ってちょうだい。あなたとは終わりよ。シャに向かい冷たくそう言い放つ関。激高するシャの様子はバーの客の視線を集め、関、ソウの3人は注目の的に。シャに恥をかかされた関は完全に呆れ返った様子でそそくさとバーを後にします。一方でシャとソウはバーを出た後も殴り合いを続けていましたが、周囲の長い説得の末、それぞれ返されることに。ただ、ソウが帰ったその後もシャは興奮冷めやらぬ様子で関が帰っていったその方角を睨み続けていました。俺をコケにしやがって、ただじゃ済まさないぞ。関はね、よく言ったって私は思うけど、社大丈夫そう？全然大丈夫じゃないんです。やばいわよね。2015年5月16日、自室で本を読んでいたソウ・レイユンは何かに気がついた様子で顔を上げた。外がうるさいな。そうつぶやいたソウが窓を開けて様子を伺うと、そこでは見覚えのある男が大声で叫んでいた。ソウ・レイユン、出てこい。あれはバーで喧嘩になったやつか。めんどくさいな。ソウは本を机に戻すとため息混じりに部屋を出る。すると、シャの狂ったような叫び声は階段や玄関ホールなど寮の建物の中全体に響き渡っていた。何事かと集まってくる寮生を制し、ソウはシャの前に歩み寄る。寮まで来るなんて勘弁してくれよ。ちょっとあっちで話そう。うわー！
ソウがシャに声をかけたその瞬間、彼は腹部に焼けるような痛みを覚えた。崩れ落ちたソウを見下ろすシャの手には真っ赤に染まった折りたたみナイフが握られている。殺される。そう直感したソウはとっさに逃げようとした。しかし深く傷つけられた体は声を出すだけで精一杯だった。やめろ、助けてくれ。シャは必死に懇願するソウの声を意にも返さず、彼に馬乗りになると再びナイフを振り上げる。ママを取ったお前が悪いんだ。その一言がソウが聞いた最後の言葉となった。関が帰ってた子に睨みつけてたっていうから、敵関を襲うのかと思ったら、やっぱり嫉妬を向ける対象はそうだったのね。シャはね、何より見栄が大事なね、男だったんで、ソウより自分がね、劣っているっていうことを認めたくなかったんです。関に捨てられた次の日から元通りの金欠生活に戻ってしまったシャはどうしてもソウのことを許せずにいました。俺はこんなに惨めに暮らしているのにソウはまだ関からお金を。そうやって考えを巡らせるうち、シャの嫉妬は憎悪へと変わっていきました。こうしてソウの学生寮に押しかけたシャは彼のことを20回以上もめった刺しにしてその命を奪ってしまったんです。そして現場が学生寮の目の前だったこともあり、この事件には多数の目撃者がいました。その状況で言い逃れできるはずもないシャはこの直後あえなく逮捕されることになるんです。ちなみに事件のきっかけとなった関は警察の事情聴取の際もひどく冷めた態度で受け答えをしていたといいます。関にとってはシャもそしてソウも数えきれないほどいる恋人の一人。シャは関を手玉に取っているつもりでいて彼女に遊ばれていたに過ぎなかったんです。結局シャはこの後殺人罪で有罪となり死刑判決を下されることになります。最後まで自身のくだらないプライドだけを守ろうとした結果他人を傷つけ人生そのものを棒に振ることになってしまったシャ。人が生きていく上で養子やお金が大事になってくる場面も確かにあるでしょう。ただそれらは他人の力ではなく自分で努力して手に入れてこそ本当の意味を持つのではないでしょうか。